皆さんこんにちは。楽しい天体観測の庭です。今日もまた面白い天体をご紹介したいと思います。今日紹介するのは補座超新星残骸、別名でガム星雲と言います。これは1万2000年前に星が大爆発した後です。地球からの距離は800光年あります。この写真ですね、横方向に50光年、縦方向に80光年の広さでして、とても大きな写真天体なんですね。実際にはこれ私8枚の写真を撮って縦に4枚横に2枚で合成して1枚の大きな写真にしています。このガム星雲の写真、とても大きな天体なんですけども、ちょっと不思議なに感じるのはミクロな写真に見えるんですよね。私にはこれ体の中を開いて顕微鏡で見るとこんなような写真が写るのかなと思います。ちょっと拡大してみますね。この辺の網網としたところがフィラメント構造という構造で、星が大爆発した後の超新星残骸ではよく見られる構造です。この網網のあたりがですね、細胞の組織のように見えてくるんですよね。ちょっと下の方も見てみましょう。これがもやもやっとして綺麗ですし、こちらの方はぐるぐるぐるっと渦を巻いていて、ナルトの渦潮のようにも見えますね。このように人によっては海のようにこういったフィラメント構造のところも波のように見えるとおっしゃった方もいらっしゃいました。ですがこれとっても大きな何十光年もある大きな天体を撮ってるんですけども、人によってはミクロな顕微鏡写真にも見えますし、人によっては海の写真にも見えますし、これお天気レーダーからの雲の写真っぽく見えるねって言った方もいらっしゃいます。こういうふうにですね、大きな構造から小さな構造まで似て見えちゃうという相似性があるところ、これもですね、天体写真のとっても面白い側面なんじゃないかなと思ってます。この写真ですね、露光時間は200時間弱しています。普通の写真、パシャッと撮る普通の写真は0.5秒とか0.2秒の一瞬の撮影だと思うんですけども、天体写真というのは、淡い星を星の光を集めますので、0.5秒とかじゃ映らないんですね。ですから、数時間、数十時間、私の場合はちょっとマニアですので、200時間弱かけて録音しました。この写真ですね、私実は7月の末から8月頭にかけて、東京の南青山で写真展を開催していました。そこの写真展で、メインの写真として発表したものです。もともとこの超新星残骸はですね、カラー写真でこのような写真なんですけれども、写真展で、一般の方にもよりですね、超新星残骸の細かいところを見ていただこうと思って、ちょっと2つぐらい工夫してます。一つがですね、モノクロ写真にすることで、どうしても人間ですね、色がついてると細かい構図が見えなくなってくるんですね。ですけども、モノクロ写真にすることで、色の情報を消して、光の濃淡、網の細かい網の状態、そういうのが分かるようにしたのが一つと、もう一つはですね、星を全部消しちゃいました。これ最初の AI のテクノロジーを使って星を消すことができます。星がどうしても星に目がいってしまって、裏側の超新星残が見えなくなっちゃう、見づらくなっちゃうと思いまして、あえて星消しの写真にしています。で、前回ですね、以前の YouTube でもお話をしたと思うんですけども、これ超新星爆発にはとっても大事な意味があります。人間の体ですね、例えばこういうタンパク質の炭素ですとか、血の中にある鉄、そういった元素から成り立っていますけども、もともと宇宙にはですね、そういう元素なかったんですよ。宇宙にはですね、水ヘリベヘリウム、水素、ヘリウム、リチウム、ベリリウム、そういう軽い元素はあったんですけれども、炭素とか鉄とか、そういう元素はなかったんですね。それじゃあどこでできたかというと、星の中でできたんですよ。もともと水素の星が、どんどんですね、核融合を起こして合成されてヘリウムができ、もっと重いですね、炭素が鉄ができていき、そして最後大爆発して宇宙に散ります。大爆発するときにまた重い元素もできます。
で、宇宙で散った元素がまた、集まってきて星になって、で、それがまた大爆発を起こして宇宙に散って、そういうのを繰り返してですね、宇宙中にもともとなかったような重い元素が増えてくるんですね。それが回り回って人間の体であったり、パソコンの金属であったりとか、いろんなものになってるんです。なので、我々の体というのは、どこかの星、大昔にどこかの星で作られた元素でできてるんですね。これカール・セーガン博士はですね、人類は、我々は星屑でできている。こんな風におっしゃっています。これ本当に私はこの超新星残骸の写真をお見せするときに必ずお話ししている話です。今日はですね、補佐超新星残骸、ガム星雲の、星消しモノクロ写真を見ていただきました。他にもですね、たくさん写真ございますので、また説明したいと思います。また、この前、お便りいただきまして、スマホの待ち受けに使いたいんですけどっていう話があったんです。これぜひ使ってください。私のホームページ、コメント欄にホームページ載せておきますので、そこのホームページには写真がたくさんありますから、ぜひ待ち受けにも使っていただければと思います。今日はご視聴ありがとうございました。